商店街のゴール地点に戻ってきました。さっきのこのワンルームマンションの階段から落ちまして骨折しました。次行きましょう。教会だったところですね。これはレストラン凱旋門になりました。凱旋門なのでフレンチでしょう。天井と床はほぼほぼ元のままの色ですが、壁だけちょっと色変えていい感じだったんで、広い割には席数めっちゃ少ないみたいな。多分めっちゃ高いんでしょう。ここがね、教会の名残っていうイメージで赤い塗りました。あと、あれつけてますね。プロペラ。ちょっと雰囲気を良くしました。厨房は増築しました。ここ確か出たら外だったんですけど、やっぱりレストランだから厨房がないとおかしいということで。これも多分最初の方に作った。これが、発注書。牢屋付きの交番があったとこですね。観光案内所にしてます。ここを作っていく上で、湧き水があるので、観光スポットになってます。っていう設定で作っていったので、資料館的な観光案内所、資料が読めたりとか、湧き水あたりのところで発掘された南蛮性のなんか、これも発掘された何かで、これがご神木のレプリカ。意味わからんな。で、ここがちょっと見える感じですね。あそこに湧き水のが流れてくる滝みたいなのがありまして、それが一望できる休憩所ですね。ここも増築したとこですね。ラーメン屋です。ラーメン小太郎入りましょう。食券買うとこです。で、お水。これはなんかご飯とかなんかのメニューが思い浮かばなくて、居酒屋みたいなね、唐揚げとかサラダとか出てくる。何でも頼める。これがラーメン、担々麺、チャーシュー麺とか。ちょっと安めなのかな。値段がね、怪しいと思う。それそんな値段みたいなね。ここが厨房ですね。これね、ラーメン好きのね、旦那にね、見せたんですよ。これが出来上がった時に、見て見て言って、ラーメン屋できた言っても、ちょっとなんかおかしいって言われました。はい。で、これ一応2階がございまして、2階はオーナーの住処です。和風のね、建物なんでね、中も和風かと思いきや、割とちょっと金持ってる的なね、実はめっちゃ儲かってるみたいなね、設定で作ってましたね。ここもやっぱりトイレとお風呂。で、ここがね、和風な物置スペースなんです。なんでここだけ和風にしてるかというと、外から見えるんですね。お客さんが、2階オーナーの家な、外から2階の窓見えんで、見えた時に和風な感じの室内がちらりと見えて、オーナー和風な家に住んでんのかなみたいな、質素な暮らしなんかなって騙すための部屋です。もうどうでもいいよな。後ろもこんな感じで、後でこっちを紹介しますね。ここがスーパーですね。庶民夫婦の看板あったので使いました。スーパーも同じです。もう棚しかないです。お勤め品がありますが、2階も棚しかないです。あとドリンクでこじんまりとしたゲームコーナー作りました。本当はね、外
ガチャガチャとか置きたかったんですけどね、作ろうとしたんです。水のボトルとかで作れなかったのでダメにしました。で、ここが1階のレジで、最初事務所的なスペースだったんですけど、あまりにも狭すぎたのでちょっと増築して倉庫を作りました。着替える場所と、あと休憩する場所ね、冷蔵庫とかも見てます。あとは搬入口ですね。サンセイマートに出てきます。はい、ここが増築したタピオカミルクティーとコーヒー売ってるお茶屋さんです。これがね、裏側からも買えます。ここがスーパーの向こうの従業員口ですね。大きいワイバスケットって書いてるけど、最初ワイバスケットに進みちゃったんですけど、シャムウェイフーズの看板出せたからそっちにしました。このタピオカミルクティーなんですけど、上にね、なんかあるでしょ。ほら、もうちょっと明るくて見えないね。これタピオカミルクティーです。ストロー刺さってます。なんかできへんかなと思って作ってみたんです。あんまりうまくできなかった。一応作ったからせっかくなのでどこかにも置いてね、飾ってみましたよ。次がですね、本屋ですね。一個大きな本屋にしたので、奥の方、古本屋にしました。老舗のね、古本屋的なイメージで。なんで、もうこじんまりとしてます。対照的な感じで作ったよ。で、こっちはね、元から、もう、ここら辺はほぼあんまりいじらずに作って、一人暮らしのおじいさんが経営してる古本屋と言って作ったので、一人暮らし用の住まいですね。やっぱりトイレがあるみたいな。お風呂が作れなかったんですよ、ちょっとスペース的に。なので、ちょっと銭湯行ってもらってます。ってもらってますって。はい、次、これが公園ですね。もともとあった公園のこの遊具に色塗りました。あとはね、ベンチと、あとブランコあったんでね、ブランコ出しました。滑り台も出してくっつけました。ここ池があります。これが湧き水の滝と池ですね。これがずっと向こうに続いてってます。掘りました。全部掘りました。ここゴリゴリ掘って、山の部分は砂漠の山の上に岩と森の土を削ってちょっとかぶせてみたいな感じでやってきましたね。はい、こんな感じですね。次、お墓だったとこですね。もう私が一番気に入ってる、一番日本らしい、日本だなと思わせられる神社です。はい、鳥居作りました。お参りもできる感じですね。お賽銭入れです。カランカランって鳴らすやつ作りたかったんですけど、ちょっと無理作るの無理なので、それはちょっとないです。で、これさっき言ってたね、ご神木のなんかだったやつですが、収納じゃない、納品、収められてます。ここにここの町が湧き水の、その湧き水にまつわる神話的なものがあって、神社も建てられて観光地になってるという設定です。もうそんなん考えられんとやってられんからね、全然楽しくないから。最後に紹介したバーがなんかやろっていう建物ですね。ここはゴール地点の建物だったところです。これ交番になりましたね。で、交番もちょっとね、照明してるんで、ちょっと明るい。こっちが休憩所ですね。休憩所もこんな感じかなってイメージで作りました。
さすがに交番の裏側入ったことないんで。で、ここがお土産屋さん。ちょっと暗くなってきたね。神社のお土産屋さんです。お土産というか、お守りとか、くじ引きとかできるとこですね。巫女さんがいるとこです。巫女さんが。お子さんが売ってくれるとこ。で、中もこんな感じで。で、ここが休憩できるとこですね。今、デイ101のところ、数字が赤くなってるんですね。設定が分からずになっちゃったんですけど、夜の10時から0時までペラルフォードの状態になっちゃうんですよ。ゾンビは出てきませんけどね。で、空が真っ赤になって雷が鳴って、すごい視界が真っ暗になっちゃうので、ちょっと一旦100日目になるまで待とうと思いますね。朝になりましたので、続きのご紹介。リノベーションの部分は全部終わりましたのでね、新しく作った建築部分の建物をご紹介したいと思いますね。交番で、これがルッパー。もうまんまですね。まんまのオブジェを建てました。すいません。その奥にあるのが百貨店です。某百貨店とルパン三世の3を走りで割ったサンキュー百貨店です。ここはもうほぼハリボテですね。ご紹介できるとこといえばこのエスカレーターだけです。手すりのところが太いけどね、いっぱいなもんないですね。地下食品売り場みたいなところ、降りるところ。エレベーターね。2階に上がるところ。地下に降りる階段。地下も何もないです。途中までしか掘ってないの。お店あるんやろなーみたいな。ちょっとカクカクするかもしれません。ちょっと照明ここ置いちゃったんで。で、奥に見えるのがお手洗い的なものです。奥行くと、もうこんな感じです。ハリボテですね。こんなん全部作っとれん。砂漠の山隠すためだけに建てたので、表だけの百貨店です。本当はもっと百貨店って高いんですけど、高さが11階建てとか、それもやっとれんので4階建てです。そしてこちらが駅ですね。黄色い柱があるところがバスターミナル的なものです。本当はね、ここにバスを置きたかったんですけど、横丁にあるバスね、無理だったら置けなかったんです。置いてもね、地面に埋もれちゃったんで、置ける場所に置きました。そしてこの駅ですね。駅名ね、何も考えてなかったんで、看板だけ置いて、何も名前がない、何駅にしますみたいなね。何市駅にしようですね。こちら、駅がございます。駅も割と作りました。売店です。これもね、ちょっと照明眩しいんでね、切符売り場ですね。そしてこちらがお手洗いですね。こちら男子トイレ。眩しいな。これは眩しすぎる。あいつがやってくる。こっちが女子トイレですね。こちらが火が。なんで私死にかけた。ドアに挟まれて骨折して死にかけました。恐ろしい。そして、こちらが、物置というか掃除道具入れです。はい。改札口ですね。こっちが緑の窓口です。で、中に入ると、自販機あって、ホームに出てきます。すごい作り込んでますけど、ここまでやらんでよかったんですよ。駅も手前だけ作って、あとはハリボテにする予定だったんですけど、作らないといけない要因ができてしまって、作ってますね。ここが
合室ですね。はい。でもこれ以上向こうはハリボテ感満載なので、ここまでですね。横っちょのバスターミナルの部分ですね。ここら辺も割とね、遠くが見えるものをプツプツ立てていったんで、結局遠くにハリボテのビルを建てないといけなくなって、まあほぼほぼハリボテなのでここまでですが、あとは線路がなんかおかしなことになってな、線路があそこの屋根を塗ってて、ちょっとこの線路は鉄のなんかですね、線路って作ろうと思ったら人によって多分違うと思うんですけど、私はちょっとこのレールっぽいへこみがあるのが気に入ってこれにしました。ただ枕木が起きないんですね。向こうもトンネルの向こうに続くみたいな、こっちも隣の町へ続くみたいな、まあ途中で切れてますけど。で、問題のこれはね、さすがにね、無理作れない。もうおもちゃみたいになっちゃった。踏切の遮断機だけはね、遮断機に見えるけど、ランプのとこはね、さすがにね、材料なかったよ。こんなめっちゃでかい、主張が激しいね、踏切になりました。サンキュー百貨店の横側ですね。ちょっと多分、最初の紹介でチラチラ映ってたかも。こっちが新しく建築した一帯がお土産屋さん、お菓子とかね、名物なおまんじゅうとかが売ってるお土産屋さんで、2階が喫茶店ですね。イメージしてはルノワールかスタバかみたいな、これがちょっとルノワール感がします。2階のテラスのところでもお茶が飲めます。サンセイマートコンビニですね。コンビニ作ってないなと思ってコンビニ作りました。これあれです、 ATM ですのつもりです。まあここら辺ももうね、ほぼ何もないですね。で、きっと多分まあこれトイレなんやろうけど、あ、トイレ作ってるわ。最後の方ね、疲れてね、ちょっとね入れた記憶ないけど、ちゃんとトイレは設置したようです。サンセイマートの隣が住宅街です。ほぼほぼハリボテ住宅街、近代的な一軒家建てました。こっちがまあマンションかなみたいなね。で、駐車場、これね、ほら車が埋まっちゃうんですよ、斜めに。元から地形がボコボコのところはいくらタイヤにしても車置いたらこんなになっちゃうみたいですね。こっち側もちょっとアパート的な、高庫的なのとか一軒家とかが並んでる風な、ごめん、向こうはさすがに見えへんやろ思ってね。まあ、ここら辺から見える感じで建てたので、スタート地点の最初にご覧いただいた遠くに見える住宅街ですね。ほぼほぼハリボテなんですけど、自分の中でうまくできたのでご紹介しますね。ギアですね。これもほぼ中身は何もないです。2階のところの洗濯機とか見えるんですけど、そこしか物置いてないですね。で、ここがもともと砂漠の山があったんです。そのままの地形を利用して作ったので階段がありますね。アパートです。旦那にね、アパートないのって言われたんで、アパートがいいなと思って作ります。1階のとこも土見えてますけどね、隣も金やですね。ここら辺から見たらまあギリハリボテ感ないかなみたいな建物になってますね。で、さらに上はまあなんかあんねんけど、もうちょっとこれ以上見せらんないの。砂漠が見えてきますね、ここまで来ると。こんな感じですな。公園のところで紹介した続いてる川です。向こうの方まで
向こうの山の下にこうずっと続いてる状態です。せっかくなので元のとこまで来ました。こう続いてきて、この山のね下に続いてます。見えるかな？見えへんな。そう、隠したもん。見えるか？こんな感じでずっと続いてるようにしました。神社のとこまで戻ってきました。神社のね脇道を来ますと、こちら湧き水のね源水のところに行ける階段ですね。こちらを登っていきますと、こんな感じの売店があり、そこで買ったもの、飲食できるものがございますね。そしてさらに登っていきますと、ここに湧き水の元の場所があります。ここから水が湧いているという設定です。これがずっとね下に下がっていって、公園のところに池に行って、そこから右にねさっきの川が流れてる。でもここも全部掘りましたね。ポコ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 掘って岩を埋めて水を流しました。ここから見える景色はこんな感じですね。ここからだともうほぼ砂漠がめっちゃ見える感じですな。で、こっち側登ってきた階段、こっちなんですけど、こっち側ももう一個階段があります。これはね後でまた紹介します。焼き野原的なものが見えるけど、あそこにあるグランドホテル、今から行きます。はい、グランドホテルです。隣がね、こっちが駅で、駅とくっついてるホテルです。まあグランドホテルもまあお察しな名前ですね。開けてよくそちらせいや。これが割とね頑張って作ったろうそくシャンデリアわけのわからんパイプが一本下から突き刺さってるんで、受付ですね。旅行者のカバンがアリーナ、2階上がる階段、こっちがラウンジですね。ここで湧き水の山を見ながらまったりできると。これは夜店です。お祭りという設定で夜店作ってます。夜店なので夜になってからご紹介したいと思います。じゃあ2階を見たいと思いますが、これ駅のホームが見える。部屋の中は作ってないです。もうちょっとそんな作る気力ないので、ちょっと開けるとなんもないみたいな。廊下の雰囲気だけ味わっていただければと思います。3階ですが、3階はもうさらに何もないです。見えるとこだけ建てた。あとはもう何もないですね。4階建てなんですけど、3階4階はもう何もないので省略ですね。これで全部かな。多分あと残すはあれぐらいやな。なのでちょっと夜になるまで待ちますか。はい、夜になりましたので夜の街の感じをご紹介したいと思います。ちょうどねお店もいい感じであるのでお店の方に行きましょうか。めちゃくちゃ電球使った。めっちゃカクカクします。はい、お店ですが、ここはローソクしか使ってないので懐中電灯もつけてね、お店の方紹介していきましょうか。謎の物体やな。これは綿菓子屋さんです。こ
これしかなかった。半玉のやつしかなかったので、これでなんとかお駄菓子屋さんにしましたよ。で、これ、店の名前ね、看板立てすぎるとまたそれはそれで重たくなるので、立ててないんですが、たこ焼き屋さんです。ここでたこ焼き焼く。これはわかると思うけど、輪投げ屋さんです。蛇口とか。で、シャワーのヘッドです。もらえます。あんまいらんよね。これはメニューがあるので、わかりやすい。焼き鳥屋さん。練馬が食べたい。あと皮。くじ引きですね。このカゴに入ってるであろうくじを引いて、後ろの棚に並んでるであろう景品をもらいます。たこ焼き屋さんと変わらへんけど、これはお好み焼き屋さんです。まあ焼きそばでもいいけど、こっちが金魚すくいです。水槽ね。本当はね、水を入れたかったんですけど、水入れたら地面に溢れ返って意味がなかったので入れてないですね。こっちは今風な感じのバーみたいなところが出店したって感じですね。ビール、ワイン、カクテル、ソフトドリンクが販売されてる。射的ですね。射的は的のピントがあるので作りやすいですね。これは手相占いですね。私も昔初詣の時かなんかに出店してた手相占いのおじさんにもらったことある。これはアイスクリーム屋さん。バニラチョコイチゴな。ここは決して阪神タイガースではない。何か分かれへんのこれ覚えてないの。何屋さんなのか。何やろな。書いてあるリンゴ飴。食べたことないわ、リンゴ飴。ここがクレープ屋さんですね。バナナ生クリーム。バナナ生クリーム。ここがかき氷。ハワイアンブルーってさ、今もあるの？私が子供の頃に、私たちの近所ではね、ハワイアンブルーが一番人気だった。私はイチゴだけど、これはまあね、タイペイオカミルクティーですね。で、ここがベビーカステラですね。ちなみに私の地域では、チンチンカステラと言ってました。このね、これじゃないけど、ベビーカステラを焼いてる機械が多分回転させるときか蓋を開けるときかなんかわかんないけど、その時にチンチンって音が鳴るんですね。そこから付けられた。あ、これジュース屋さんですね。から取るみたい。あ、ここ水入ってる。ここもね、水入れたんですよ。入れたらね、だいぶ溢れ返って地面にドバーってなって回収したんだけど、ちょっとだけ残ってますね。これね、私一番お気に入り、ケバブです。ケバブ。これね、すごいでしょ、これ。ケバブできたんですよ、偶然にも。砂漠の砂なんです。この工事の上で2段積んだら、ケバブになったんです。やったね。いいでしょ、これ。みんな、ケバブしたかったら、工事の上に2段、3度積んでください。これで一周したね。やっぱり日本といえばお祭り大好き、夜店も大好きなので、こういうのがあったらさらに日本っぽいかなと思って作りました。屋台を建築するのにすごい時間かかったけどね。ここがホテルの屋上です。ホテルの屋上から見える風景です。もう奥か読み込んでないけどね。こういう感じで出来上がりました。はい。ご紹介はこれで終わりになります。この街ともお別れです。それだけ作ってな。もう私はこの後アルファ18にアップデートしますので、ここに戻ってくることはございません。ようやくこれでアルファ18ができます。嬉しいです。もう、なんで自分の首絞めたー。骨折して思い出しました。一つ肝心の場所を紹介するのを忘れておりました。最後にご紹介したいと思います。交番。これはご紹介済みですが、
ちらに秘密の通路がございます。この休憩所、気づいた人いますかね。このハッチです。こちらを開けますとですね、謎の通路が隠されております。はい、早速落ちましょう。こうね、上から落ちてきました。登るはしごないんで戻れません、ここからは。はい、扉の向こうを開けますと、はい、こちらがエセルパンたちの隠れアジトです。交番の下に堂々とね、やってます。キッチンですね。こっちがリビングです。あれがダーツね。まあ、エセ次元がピョンピョン飛ばして遊ぶぐらいのね。はい、こちらがお部屋です。こちらのお部屋からご紹介いたします。はい、なんとなくわかりますかね。ちょっと独房みたいになってるんですけど、伊勢五右衛門のお部屋です。座布団と机と、なんか入れる道具箱と、お布団と、そして棚ですね。一応キャラクターにちなんだものをぶっ込んでみました。ちょっとおかしいですけどね。はい、こちらが五右衛門の、刀系を収集してると、多分収集しないでしょうけど、もうちょっと刃をね、刃とかナイフとか、これはキャンディーナイフです。あとなんかこういう読み物とか持っております。次、こちらが飛び道具ですね。弓矢も撃つのでこういうの持ってます。で、最後、これは味噌スープです。美味しくなさそうやけど、味噌スープを隠し持ってます。あと緑茶とかあったかいお茶とか、ほんとお水と沸騰させた水なんですけど、ちょっと湯飲みに見えるんで入れて隠し持ってます。夜な夜な食べるみたいな。エセ五右衛門はその生活してます。次、こちらもわかりますかね。エセ次元の部屋です。ベッドがあって、物騒なものが置いてあると。こっちの中には弾、いろんな弾を隠し持ってます。これもね、弾なんですよ。アルファ17から追加されたね、弾薬ですね。これはクリックすると爆発して消えちゃうので、触れないですね。なかなかこれは細かくていい感じですね。そしてこちらの中は服です。ちょっと帽子、あとタバコ、あとへそくり入れてますね。こっち、弾薬を作る材料ですね。薬莢とか火薬とかです。こういう岩石ですね。ありとあらゆる武器を持ってます。いつ戦闘が起こってもいいように。あと隠し酒がありますね、ここね。ここら辺が隠し酒ですね。ビール、これビールです。これコーヒーです。これはレッドティー、これお茶なんですけど。あとこのプリンみたいなやつ。決して甘いものが好きというわけじゃなくて、これはユッカカクテルです。お酒なんですよ。まあどう見てもプリンにしか見えない。プリン持ってるみたいな。あとこのレコグは本当はお酒じゃなくて違法ドラッグです。はい、そしてこれマグナム。これね、結局私17の時に見つけることはできなかったんですけど、すごくね、かっこいいんです。リロードがね、ちょっと見てみて。ちょっと自分の部屋ぶっ壊してるけど。あかんと思う。消えちゃった。
こんな感じで、そしてリロードすると、かっこいい。直しときましょう。ちょっとベッドがなくなっちゃった。まさかたま2発でベッド消えると思うんかった。はい、次はこの私が動かしているキャラクター SL パンのお部屋ですね。まあちょっと武器とかにしたらちょっと S 次元と被るので、発明品とかなんかそういうものを作る系のお部屋にしました。なので医薬品棚とか調合する薬系とかなんかね置いてます。まあ銃とかバットとか入れてるリュックですね。そしてここに変装道具とか宝の地図とかお宝ですね。ゴールドとか入れてます。サンタ帽がね可愛いんです。かぶるとこんな感じです。はいはい、じゃあ次行こう。ここはお風呂とトイレ、あと洗濯機、洗面台、怪我した時とかにね治療する薬棚です。ここが物置部屋ですね。いろいろ物を置いてたり、資料の本とか、ちょっともうこの壁の中は何も入ってないんですけど、あとこれは次元の隠しサガです。隠れてないけど。そしてリビングに戻りまして、こちらの扉ですね。こちらが逃走ルートの車と道ですね。これで作業したりとか、まあ、これも物がいっぱい置いてます。でこの車ね、この車も乗れます。最終的に作れる乗り物です。最終的なのかな、ちょっともう誰か分からへんけど、まだ私ちょっとこれは実際のゲームでは乗ったことない車なので、逃走ルートの道はい、掘れてません。本当は遠くまで掘ろうと思ったんですよ。で、動画の最後にこっからこの車に乗ってバーってね、遠くの地上にね出る映像を撮りたかったんですけど、ちょうどこの辺がね硬い鉱石が多くて、このドリルを使ってもめちゃくちゃ時間がかかるので断念しました。で、ここのアジトからの脱出なんですが、ここははしごがないので登れないと。じゃあどうやって外に出るんだと。それがこの物置。ここを登ってしゃがんでいくと、このハッチで作ったエレベーターが出てきます。登るとどこへ行くかというと、駅の男子トイレに出てきます。このために駅を作りました。そうなんです。このために駅をまあね、こうやってね、もし S トッツァンに追っかけられたらこっから逃げて、ホームにすぐ出て電車乗ってパーッとね逃げていけるぞということでございます。じゃあこれで動画を終わらせたいと思います。次は18やっていきたいですね。いつもよりも長くなっていると思いますが、最後までご視聴ありがとうございました。